まず、リレー式には問題点があります。接点の接触抵抗が高く接点溶着の恐れがあります。FET が 0.15mΩに対して、Amazon で安価なリレーは 100mΩもある。使うなら日本製で、これくらいのを使う必要があります。しかし高すぎて使えません。また、リレーは、オンしてもすぐにオンしません。オフしてもすぐにオフしません。さらに周囲温度や電圧により、動作時間が変動し、通電によるコイルの温度上昇により変動します。さらに言えば、接点溶着しないためには、強いバネで引き離す必要があり、それに打ち勝つ磁力でオンする必要があります。12V の高い電圧では、短時間の制御には不向きです。たまたま使えていても接点溶着や転移の問題があります。小型のリレーで動作時間と復帰時間を確認しました。MOSFET の問題は、電流が多すぎると、内部短絡や破裂することです。今回、購入したミニスポット溶接機です。外観写真ですが、当たっています。動作を理解するために、回路図を作成しました。コンデンサーも容量疑惑があるので調べてみました。普通、電解コンデンサーは、プラマイ20% 以内なので OK ではあるが、加減狙いか？電源接続時の火花が大きかったので、突入電流も見ました。表示器への SPI 信号が CPU の資料と合わないので調べました。常にデータを送っています。液晶の LED 電源回路はちょっと変だな。表示器に電源電圧が表示されますが、回路図を見ると BAT の電圧を測定しています。BAT に直接電源を接続するとダイオード分高く表示します。設定できるパルス幅は、最小1ミリ秒から、最大99ミリ秒で、1ミリ秒ごとです。オートかマニュアルと E の設定値は CPU 内に記憶されます。そのフラッシュメモリーには書き込み回数制限があります。よく使用される難度型では、一般的に高容量ほど少なくなります。使用したフラッシュメモリーへの書き換え回数制限は10万回です。この溶接機の FET の駆動回路は何種類かあるようです。この基板は、このコンデンサーを大きくして、瞬時電圧効果に耐え、12V を 15V に昇圧して、FET の音抵抗を小さくしています。しかし、この回路を見た途端、これはまずいのではと思って、FET の駆動波形を確認しました。予想通りひどい波形で FET が爆発しそうです。そこで、ゲート電圧を早く充放電する IC に改造しました。改造後は、問題ない波形です。産業用と比較して、電池用は発熱部が分散して効率が悪い。
スポット溶接電極はどのような材料が使用されるのか。各抵抗値を計算して、溶接電流をシミュレーションします。銅白圧は、これを信じると2オンスなので70ミクロンとしました。この材料が王道なら、思ったより抵抗率が高い。次は、付属ケーブルを含めた抵抗値です。バッテリーの内部抵抗が、溶接電流を決める重要な要素とわかります。そこで電池の内部抵抗を簡易測定回路で測定しました。排気量でもらったにしては、予想より低いです。30から19ミリオームにすると電流がぐっと大きくなります。電池の内部抵抗が出たので、溶接電流を測定します。実測の配線抵抗を入れた結果に近い電流となります。ついでに溶接時間のシミュレーションをします。抵抗が高くなれば、時間は短くなり、電流が減れば、時間は長くなります。ここで、このコンデンサーの必要性について考察します。1万マイクロファラッドなしで、抵抗を挿入して波形を取りました。電流が少ない時は問題ないが、電流が増えると逆起電力が大きくなります。この電圧は 26V を超えてはいけない。コンデンサーを入れることにより、低くなっています。ドレインにかかる電圧低減効果はあまりありません。つまり、コンデンサーがない場合は、コイルのインダクタンスが大きくなった時と同じ波形になります。電流制限なしの実際の溶接時の波形を取りました。FET の最大定格を超えています。たまたま壊れないだけか？これを小さくするには、インダクタンスを小さくしてみます。幅と高さが若干小さくなっていますが、まだ超えています。逆起電力防止のダイオードをつけてみます。FET のダイオード部分を使用します。40V 以下に低くなりました。ゆっくり時間を変化させる方法がないかを考えると、元の回路がゆっくり出ないかと思い、戻して波形を取りました。逆起電力に関しては、全く問題がありませんでした。なんだ。これは故障対策として改善していたのか。もう一つ問題があります。溶接時に、電池の内部抵抗によっては、3.3V が低下します。そこで、470マイクロファラッドを追加してみました。これで安心です。コンデンサーの突入電流防止抵抗の必要性を考察します。使用したコンデンサーの内部透過抵抗は約 0.5 オームです。故に概算突入電流は約 2.1 アンペアで、自定数は 0.22 ミリ秒です。三端子レギュレータは電流制限回路があるので、この抵抗は不要と判断します。一番安全な駆動回路は、ゲート電圧を高くして発熱を減らし、電源電圧効果対策として、コンデンサーを追加し、発生した逆起電力を吸収するダイオードを追加した回路がより安全と思います。